6 a.m. in the morning in Japan。 みんな起きていない人は起きてくださいね。おはようございます。みんなよう起きとる。本日はなんと6月が終わってしまいまして、今日から7月になってしまいました。早いですね。もうデビューをして半年も過ぎ、今年も半年以上がもう過ぎちゃったんですね。どうしますか皆さん。今年ももう終わってしまいますね。今日もね、いろんな情報が入ってきているということですから、見ていきましょうか。今日もね、このように頭の上でガタガタと騒いでいる連中がおらっしゃいますね。こちらは皆さんもご存知の通り、視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。起きとるね。起きてますね。OK。それではですね、今日もね、いろんな情報が入っているらしいので見ていきましょうか。なんと速報です。速報が入ってきました。こちら、なんと昨日配信しました朝ココライブの中で、なんと6月のですね、月収が4桁万円を超えるのではないかということを配信しましたところ、なんと様々なまとめサイトで話題になってしまったらしいんですね。これはなかなかの速報ですね。いろんな人がいろんなところでやっぱりね、金はね、もう全人類共通の話題ですから、どんな時もね、やっぱりね、しっかり話題になってくれたようですね。やっぱね、お金大事ですからね、皆さん。これに言いたいぜ、桐生ココ氏は夢のある職業と知ってもらえた。非常に喜んでいるようですね。やっぱりね、VTuber っていう世界が夢のある世界だとね、しっかり知ってもらえることってとっても大切ですよね。これによってね、やっぱね、VTuber 目指したいなってこう思う人などが増えていったら、やっぱそれでね、VTuber の世界がどんどん盛り上がるのでね、それは非常に嬉しいことですね。私にはね、ホロライブハウスという夢がありますから、夢に近づいているのは嬉しいです。皆さんの意見はナイスサツココ VTuber ドリーム。金は命より重い。ちょっと開示から出てきた人がねいるらしいんですが、ちょっとね怖いですね。これによってね、やっぱり私の希望としましては、なりたい職業ランキングのトップを目指したいと思いますね。やっぱどこにでもね入ってくるんですけどね、やっぱりこの VTuber とか YouTuber ってね、憧れの職業でもありますからね、こちらはね、もうね、やっぱこの業界を盛り上げてくれている今いる皆さんのね、頑張りのおかげでね、多分こうやって YouTuber ですとか VTuber がね注目されているんだと思うんですよ。もう皆さんのおかげっすよ。やっぱりもう皆さんのおかげなので、本当ね、今後もこのような形で VTuber の世界をどんどん話題にして盛り上げて、VTuber になりたいっていう人がい続ける世界は絶対にオワコンにはならないんで、ぜひともお願いしますね。それでは次ですね、こちら有識者も何か言いたいことがあるようですね。VTuber 非常に夢のある活動ですが、恋人、結婚などの社会活動よりもゲーム、趣味が優先タイプにはおすすめ。やっぱりね、向いている人と向いていない人っていうのがおらっしゃるらしいですね。やはりどう考
えてもやっぱ恋人ですとかやっぱ結婚とか、ある意味なんていうの、人生のレールのような感じに敷かれている親の希望ランキングの上位に入ることの方が優先されている方はやめた方がいいっすね。プライベートとかゼロなんでゼロっすね。友達とかもいなくなりますし、ホロライブメンバーみんな友達ですけどね、それ以外の関係断つことになって、ゲームとか趣味とかそっちの方が人からどう思われるかよりも大切じゃいって言い切れる人でしたら非常に向いている活動だと思います。それでは次です。なんとこれARK速報が入ってきていますね。こちらなんとですね、ホロライブのメンバーが続々と参戦しています新しいクリスタルアイドルズのこちらのサーバーにロボコさんがARKでねサマーイベントで初上陸をしたようなのですが、なんとこちらのね6月29日の配信の中でなんとですね、これロボコさん堂々ですね。皆さん知ってますか？とっても弱いんですけどARKの世界の中では最弱の鳥、ちっちゃい鳥なんですけども、堂々テイム、テイムっていうのは仲間にするっていう意味ですね。テイムしたロボコさん、こちらの配信の中でね堂々を仲間にしたんですよ、このちっちゃい鳥を。するとそこに現れました、なんとチョコ先生が意図せずロボコさんを煽ってしまったようなんですね。皆さんこれちょっと草ですね。こちらチョコ先生がねロボコさん、この堂々をテイムしたロボコさんに対し堂々テイム始めてみた。一番弱いですし基本的にいても何の役にも立たないですからね。堂々は癒されるということはあるんですけども、こちらのチョコ先生、もちろん皆さんがご存知の通りウルトラ廃人ARKのアベレーションというマップから皆さんの想像を絶するほどの廃人になってしまったことで有名ですが、こちらチョコ先生ね煽るぐらいですからね、やばいんですけど、このロボコンさんがこうして堂々テイムしていた頃、一方チョコ先生はARKのこの世界の中で最強と言われるギガノトサウラスと戯れていたようですね。やっぱちょっとレベルが違うっすね。やっぱチョコ先生なんだよな。皆さんの意見は草、コバ、テーテー。これテーテーですね。隣にいるのはね、これ白い髪の方はカナタンですね。カナタンと一緒にね、ギガノトサウルスというARKの世界で一番最大の恐竜を捕まえに行く配信が昨日行われていたようですね。気になる方はチェックするしかありません。ちなみにこのギガノトサウルスどれくらい強いかと言いますと、この子を放浪させる、この子を仲間にして攻撃的という状態で放浪をさせてしまいますと、野生の恐竜を殲滅してしまうとね、環境が変わってしまい生態系が破壊されてしまうことで有名ですね。皆さんも気をつけてくださいね。それでは次です。ガチ恋速報が入っていますね。一体どういうことなのでしょうか。なんとガチ恋速報です。なんと以前桐生ココの公式グッズとして発売されましたガチ恋 T シャツ、こちらねガチ恋と書いてある T シャツがなんとメルカリで販売されてしまったことが発覚いたしました。これはちょっと転売なのですかね。しかもこちらお値段がなんと
25,000円と非常に高額となっているようですね。これ確かにね、この T シャツ現在入手不可、発売をしましたものの、しかも最初の発売価格2500円ですからね、10倍ですね。2500円で発売をしたものの、誰も買わず、もう桐生ココ氏が恥ずかしくなったため販売を停止となったものですね。こちらはこれはガチ恋ではないのではないですかね。これちゃんとガチ恋してるんですかね。これガチ恋力が足りないようですね。なので皆さんちょっとしっかりこれ見てガチ恋してもろうて、ガチ恋ウインク、ガチ恋したかな。これでね、きっと改心してもうしっかりガチ恋をしてくれたはずだと思いますので、皆さんね、転売はちょっと NG だと思うのですが、なんとこれに対し桐生水越から転売屋にメッセージがあるようですね。なんと大門ピンが売り切れ間近のようですね。転売屋の皆さん、こちら 3D 配信の際に発売されましたこちらの桐生会大門ピンが売り切れ間近のようですね。これ転売屋の皆さん、これ売り切れちゃったらまずいんで1000個買っといた方がいいっすね。今のうちにね1000個買っておいていただきたいということですね。皆さんの意見はくさ煽るな受注生産まあ買うべきなのではないですかね。それでは次です。なんと 3D 速報が入っていますね。3D 速報です。なんと私桐生ココ氏のこちらの 3D のお披露目の配信、これに対して海外人気の反応動画が投稿されており、非常に桐生ココ氏が喜んでいるようですね。こういうの嬉しいですね。ちょっと有名になったような気がするのでね。やっぱおってこう思ってもらえるのはね、やっぱ嬉しいんですよね。こちらちょっと見ていきましょうか。一体どんな感じで。What the hell? I'm gonna tell you this right now, chat room. Those hips are 100% like American or something like that. I have not seen one Japanese woman move like that unless she practiced hella hard. Those are not Japanese hips. No way. She's got something else. She's half American. That's definitely American right there. I'm not saying that Japanese women can't do this. これ皆さん、なんとですね、こちらの海外力のウルトラ分析によりお国がバレてしまったようですね。やっぱさすがやっぱ見るところが違いますね。こちらはもう間違いなくやっぱドラゴンアメリカだということがバレてしまったようですね。これに対し皆さんの意見はUSDA hip, simp to the end, simp, big 草、USDA、特定班オツ、特定されちゃいますね。やっぱこのお砂糖が知れる、やっぱお砂糖が知れてしまったようなんですね。皆さんこれはなかなかちょっといい視点を持っているのではないでしょうか。皆さんもね、どんどん反応をしていただきたいと思います。これに対し有識者はこちらですね。脳を許さない USDA 魂の成果、これは一体どういうことなのでしょうか。実はですね、この 3D 配信がね3D 化されますよと桐生ココ氏が言われました際に、やっぱ腰の動きというのをね、やっぱどうしても当日やりたかったので、
ちょっとシャキーラの腰の動きこれできるようにしてもらっていいっすかねってスタッフにねホロライブ技術班にしっかり頼み込んでいたんですね。まあ結果ねシャキーラの腰くねくねはできるけどセクシーにはならないそうですって最初言われちゃったんですよ。こちら5月の段階で言われてしまったのですが、もうそんなのを許さないのがもちろん桐生ココ氏。セクシーにしてください。そういう言い訳は許さない。セクシーにならないことなどありえない。やれるとこまでやっていただきたいということでねしっかりねセクシーにしてほしいっていうのを伝え続けました。結果動きですよ。これねシャキーラって皆さんご存知ですか？すごい腰がねクッククックってアーティスト海外アーティストでもありとても有名な方なので知っている人もとっても多いと思うんですけれども、このシャキーラ氏腰の動きだけはねやっぱりもう他とは一線をするものがありますのでやっぱこれをね再現したかったんですよ。これができて本当に嬉しいと思います。皆さんの意見は教養で草一線を隠する難しいね。よかったね。ここの方がセクシー。ありがとうございます。そういうわけで本日皆さんに必ず覚えてほしいです。言葉は dead ass こちらになります。このね dead ass というのはどういう意味かと言いますと、見ろよケツということですね。あまりにもいいケツをね見てしまった時に That ass ちょっとねもう口に出てしまう言葉ですね。こちらはね一体どういうことなのかと言いますと、この That っていう言葉That なんて聞いたことないですよって思うかもしれないんですけど、こちらは英語の That そのを表す That をもじっていてちょっと腕ぶつけましたね。That をもじっているものになります。Ass はもちろんこれはケツですね。間違いなくケツのことにございます。だから That はもうそのまんまですね。これさえ分かればケツ、そしてもちろんこの言葉を口に出しますときは誰かにそれをね伝えたいということですから、見ろやケツ、基本的にはねAss と言ってねあまりにもいい尻を見ながら叫ぶときに使われますね。皆さんいいケツ、もうあまりにもプリプリの桐生ココ氏のようなケツを見ましたときはAss としっかり周りの人に伝えればいいと思います。ちなみにこちらはねなんとセクハラにはならないんですね。なぜかというとドラゴンアメリカにおいてケツがいい形をしているというのはもう完全になんというか女性として上位にあるということですからね。しっかりね言われたら嬉しいですけど職場の上司などにいたりすると危険なことがありますので、もちろんTP をわきまえるようにお願いいたします。皆さんの意見は褒め言葉That grass なんで That じゃないの？なんで That じゃないのはこのケツって言いたいときになんでじゃないのっていうのと大体同じ意味ですね。強調ですよ。ケツというよりもケツって言った方がいいじゃないですか。やっぱ和田アキ子氏も頃ははっていうよりも頃ははって言った方がいいに決まってるじゃないですか。やっぱそれの違いですね。それでは次です。こちらのですね皆さんなんとお知らせがあるようです。
ですね、天音かなた氏、私の4期生の同期であります天音かなた氏から20時に重大発表があるようですね。皆さん、これは絶対に注目すべき重大発表、一体何があるのでしょうか。ご期待くださいね。一体何が起こるんでしょうかね。ちょっとこれ胸のアップですよ。もしかして胸がかなた、もしかして胸が3カップぐらいアップして D カップになるのではないでしょうか。それでは今日の天気です。じゃあこうか。これ綿目も楽しみにしてますね。綿目がどんどんなんか絵が上手くなっているような気はするのですが、やっぱりちょっと上達が早いですね。私も負けてられないと思います。それでは皆さん、本日のARKのパスワードはかなたん KANATAN ということで、皆さん今日も見てくれましてありがとうございました。おはようございました。決めるタイプのあさここ、これはクソザコ、そういうことですね。さあ、西成だけ、さあ、西成だけ、もしかしたら、そうそう、